どうも、佐藤正人です。今回は台湾移住後の引っ越しフローと、実際自分が引っ越しする際にどういった点を見ているのかというお話をしていけたらと思います。で、少し前なんですけど、台湾に移住してから5回目の引っ越しをしまして、で、その時にだいぶ自分の引っ越しのフローだったり、普段どういった点を見ているのかっていうところはまとめておけるなと思ったので、今回動画を回しています。結構自分でも台湾移住してから5回目の引っ越しって多い方かなとは思ってるんですけど、そんだけ引っ越しできる理由の一つとしては、台湾は基本家具家電が備え付けで設置されてあるんですよね。なので、基本的には自分の身の回りの持ち物さえあれば引っ越しできるっていうような感じになってます。で、特に僕はそんなに持ち物が多い方ではないので、だいたいその日のうちにまとめて引っ越せるような状態ではあるんですね。最近ちょっと荷物さすがに増えましたけど、大体荷物が少なければ少ないほど引っ越しやすさっていうのはあると思います。じゃあ実際どういったフローで台湾生活における引っ越しを行っているのかっていうと、大体手順は決まっていて、まず最初に台湾のウジョイ591っていう賃貸の不動産サイトがあるんですけど、そこで探します。で、基本的な探し方としては、僕の場合は住みたい街の最寄り駅でセグメントをかけて探すことが多いです。で、その他にも賃貸の Facebook グループがいくつかあったりするので、そこを定期的に見て探すこともあります。で、もしいい部屋が見つかれば、すぐに連絡して内見の予約をします。で、このすぐにっていうのがポイントなんですけど、台北の部屋とかだと本当にすぐにいいところはなくなるんですよね。僕もそれで何回か後悔したことあるんですけど、やっぱり僕もそんなに台湾ファイルとかができるわけじゃないので、ちょっと連絡するのに躊躇したりとか、ちょっと文章を考えたりとかっていうことがあって、で、それで数時間、1日とか経って、で、また見たら、もうすでになくなってるみたいなことは多々ありました。なのでですね、だいたい、591とかだと電話か、あと LINE か。で、Facebook とかだと、DM だったりするんですけど、あらかじめ文章とかを作っておいて、で、すぐに連絡するっていうのがおすすめです。で、実際内見の日程が決まれば内見しに行くわけなんですけれども、実際の内見時に僕がどういったところを確認するのかっていうと、まず大前提、写真ともう違うことが多いので、それを認識した上で内見をします。で、最初にまず写真では伝わりきらない、部屋に行くまでの動線だったり、その建物の雰囲気、あとはその建物がある場所の雰囲気だったり、そういったものをまず見ます。で、実際その部屋に入るまでにすごく暗かったり汚かったりするところも多いんですよね。なので直感的になんかいいな、なんかちょっと微妙だなって思うこととかって実際あったりすると思うんですよ。で、僕は割とそういう直感みたいなのを大事にするので、そこでまず部屋の印象とかをある程度決めたりしますね。で、部屋に入ったら、まずはここでも写真では、載ってないようなスペースだったり、場所だったり、あとは細かく言うと実際どこにコンセントがあるのかとか、そういったところを確認したり、あとは匂いとかですね。すごく湿気の湿っぽい匂いだったり、トイレとかが臭いところとかもあるんですよ。なのでそういったところもチェックしたりしますね。で、あとはサイトとかに載ってないようなゴミ出しのルールだったりだとか、実際その生活をする上で不便なところだったりだとか、なんかそういうところを大家さんに聞いて確認したりします。で、内見してみて実際自分が住みたいってなったら契約に移ります。で、契約自体はもうその日に済ませちゃうこともありますし、後日改めて来て、契約を締結することもあるんですけれども、割と台湾だとスピーディーに契約が決まります。で、その際に一応台湾自体は基本的には礼金っていう敷金礼金の礼金っていうものはなくて、敷金だけの場合が多いです。なのでちゃんとその契約書みたいなのがあるので、その契約書を読んだ上で、実際契約を締結しましょう。で、実際の入居日が決まればそれに合わせて荷物を移動させるんですけれども、基本的に台湾はさっき言ったように家具家電が備え付けなので、僕は自分の身の回りの荷物でそんなに多くないので、基本的にはララムーブっていうアプリを使って引っ越しています。で、ララムーブっていうのはだいたい Uber とかの配車アプリの荷物版みたいな感じで
届けたい荷物とかがあれば、ララムーブで発送することができます。で、特に大きな荷物とかも運ぶことができるんですけど、僕はですね、大体荷物とかをスーツケースとかリュックとか、で、IKEA のバッグとかですね、それにまとめて、で、すべて移動しています。で、ララムーブをお勧めする人は基本的には荷物が少ない人で、自分の住んでる建物自体にエレベーターがあったり、もしくはそれほど高くない位置に住んでる。要は自分で自力で荷物を運べるかどうかっていうところが肝になってくるんですけど、例えば引っ越し先でエレベーターがなくて狭い通路で5階以上とかだと割と重い荷物運ぶのが大変だと思うんですけど、そういった場合は結構ララムーブだと大変です。ただ、割と安く済ませたい。で、荷物が少ない。で、なるべく身軽に引っ越したいっていう人に関しては、ララムーブは結構おすすめです。台湾で初めて引っ越しってなると、やっぱりなかなか言葉が通じなかったりして、大変なことってあると思うんですけど、僕は自分で実際やってみて、いい大家さんにも出会えたし、その経験自体を今こうやってアウトプットできてたりもするので、自分でやってみてよかったなと思っています。ざっくり台湾生活における引っ越しのフローについてお話しさせてもらったんですけど、詳しくは自分の記事でも書いているので、そちらをご覧ください。で、次に自分がどういった基準をもとに引っ越し先を探しているのかっていうところなんですけれども、やっぱり引っ越しするからには自分のその理想の物件、部屋みたいなのがあったりすると思うんですけれども、基本的に台湾で自分の理想を100% 叶えてくれるような部屋ってなかなかないと思うんですよね。ただ自分の希望条件をいくつか満たしてくれるような物件っていうのはあると思っていて、まず自分の中で譲れるものと譲れないものっていうのをはっきり決めておく必要があると考えています。大体僕が部屋探しをする際に決めてる引っ越し先の基準みたいなものなんですけど、まず一つ目が市内中心の大通りに面したエリアというよりかは路地裏だったり少し離れた場所を探すようにしています。で、これは実際その大通りに面してると結構うるさかったりするんですよね。で、これは1軒目の物件がそうだったので、だいぶうるさかったりしたので、で、それよりかはちょっと離れたところで、割と静かにできるところがいいなと思って、ちょっと離れたエリアで探すようにしています。2つ目は、徒歩圏内にコンビニやスーパー、カフェがあることです。これは普通っちゃ普通だと思うんですけど、台北は特に真夏めちゃくちゃ暑かったり、よく雨が降るので、徒歩でそういった食料品を買えるところだったり、休めるところだったり、あとご飯食べるところとかもそうですかね。自分のその部屋の徒歩圏内に何があるのかっていうのを最初によく確認しています。3つ目は最寄り駅から徒歩15分圏内。これも2つ目と同じ理由なんですけど、徒歩圏内15分。MRT からめちゃくちゃ近かったらだいぶ家賃上がるし、だいたい15分ぐらい離れたら割と落ち着いてたりもするので、だいたい15分圏内で探しています。それより離れると結構遠いかなっていうイメージはあるんですけど、やっぱり台北に住んでると MRT めちゃくちゃ使うので、基本的には15分内で行けるところに住みたいと思っています。4つ目が部屋の回数なんですけど、なるべく3階以上の部屋を探しています。で、これは自分がその自力で登れる回数ですね。のところであれば、なるべく高いところに住みたいなっていう気持ちはあります。1階には住んだことないんですけど、2階とか3階とかに住んでて、台湾はゴキブリいるじゃないですか。で、やっぱり低いところに住んでると僕は出やすいのかなと思っていて、で、高ければ高いほど、出ないのかなと思ってます。ちょっとわかんないですけど。で、僕の経験上高いところに住んだ時は、やっぱり、出る頻度っていうのがほとんどないので、高いところに住んでからまだ出たことないですね。なので、なるべく高いところに住むようにしています。で、5つ目は、大家さんがいい人であることです。これは結構僕の中では重要なんですけど、部屋が良くても、大家さんの人柄が良くなければ僕は住みません。というのもですね、台湾は特になんですけど、その大家さんの人柄ってすごく、その部屋の住み心地に関わってくるなと思っていて、実際何か部屋で備え付けの家具家電が壊れた時に頼るのは大家さんだし、その時に、その部屋で何か問題があった時に解決してくれるのが大家さんなので、その時に実際のそのコミュニケーションのしやすさだったりだとかがすごく重要だと思ってるんですね。で、その時にその人柄が悪いと何かトラブルがあった時に、
なんか話がこじれたりだとか、なんかいろいろまた別の問題を引き起こしたりする可能性もあるので、そこはすごく注意深く見てます。で、実際僕の周りにも、ここの大家さんとの関係性でいろいろなんかトラブルになったりすることっていうのも、時々聞いたりするので、人柄重視で部屋を探しています。あと、部屋の中でのポイントみたいなところで言うと、僕はもう絶対に見てるポイントとしては、部屋のその日当たりと風通しですね。で、これも過去別の物件住んでた経験からなんですけど、やっぱり日当たりと風通しが悪いと湿気が部屋に溜まってすぐカビが生えてしまうんですよね。これまでサーキュレーターとか除湿機で対処してきたこともあったんですけど、それ以上にというか、やっぱりその湿気が溜まる部屋は、なかなかしんどいなっていうことで、まず最初に日当たりと風通しのいい部屋っていうのを見るようにしています。で、7つ目は余計な備え付けの家具家電がないことです。で、これはですね、台湾ってやっぱりその大家さんのセンスとかにすごく左右されるというか、なんでこの小さい部屋にベッドがこんだけでかいんやとか、この家具家電本当にいるのかみたいな。なんかよくわからないところに変なものがあったりするんですよ。なので、なるべく極力シンプルな部屋。家具家電も極力シンプルなもので、必要最低限のものだけ置いてあるところに住むようにしています。で、最後に入り口から部屋までの空気がよどんでいないっていうことなんですけど、これはちょっとさっき内見時の時に話したと思うんですけど、直感的にそこの空気がいいか悪いかみたいなのは僕は割と重視してるんですよね。ちょっとなんかスピリチュアルな話かもしれないんですけど、やっぱりなんかその場にいた時に気持ちよく帰れるかどうかっていうのがすごく重要だと思っていて、なのでその場にいてなんか気持ち悪いというかなんかちょっと微妙だなって思うところには住まないようにしています。で、むしろ、ここなんかいい感じだなってなんか明るい雰囲気だったり爽やかな感じがする場所、なんかそういったところは僕はすごく重視していますね。そんな感じで結構その要望とかは話せばきりないんですけど、基本的になんか僕のこの要望で台北で日当たりが良くて風通しが良くて、でシンプルな間取りでみたいなところを探すとどうしてもその家賃っていうのは高くなってしまう傾向にあるんですけれども、大体自宅で仕事を行っているので、そこは僕の妥協できないポイントかなと思っています。そんな感じで台湾の引っ越し自体はやっぱり僕が改めて感じるのは、持ち物が少なければ少ないほどだいぶ引っ越しがしやすいなと感じています。なので引っ越しの際に自分の持ち物を再度見直してみるっていうのがすごく大切なのかなと思っています。実際この動画を見てくれている方で物を減らして身軽にいたいっていう方がどれくらいいらっしゃるかわからないんですけれども、もし今の自分の持ち物で何か違和感を感じているのであれば、一度減らしてみるっていうのがおすすめです。特に引っ越しっていうのは自分の持ち物を一旦外に出して整理するっていう作業は必ず発生するので、自分にとって本当に必要なものって何なのかっていうのを再確認してみるといいのかなと思っています。ただ、こういった話をするとどうしても物を減らそうみたいな感じで、闇雲に物を減らしてしまいがちなんですけれども、僕が言いたいのはそういうことではなくて、自分のその意識の範囲内を出ないようにするっていうのが一つのポイントなのかなと思っています。要は自分が何を持っているのかっていうのを常に把握できている状態でいることっていうのが、僕の中では結構大事なんですよね。なので、もし自分がこういった引っ越しとかのタイミングで持ち物の数が多いなとかって思ったりすれば、ちょっと減らしてみるでもいいし、自分の人生に応じて都度最適化していくっていうのが大切だと思っています。という感じで最後はミニマリズム的な話になっちゃったんですけれども、僕もなんかその持ち物の数みたいなのは日々増減していて、で、今はちょっと増えてるところなのかなと思っています。なので僕も都度見直していきたいなと思ってるんですけど、今僕の中で一番問題なのはデジタル上の中のものですね。もうなんかデジタル系のコンテンツは今、もうなんかどこに何を保存してっていう感じで意識の範囲外から外れちゃってるので、だからそこを今年はちょっと実際の持ち物もデジタルの中身もちょっと整理していけたらなと思っています。という感じで最後は少し話が逸れてしまったんですが、台湾移住後のフローと自分が引っ越しする際に考えている点についてお話しさせていただきました。これから台湾生活で引っ越しを考えられている方の参考になれば幸いです。
ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。